ごきげんよう、あすママです。お盆休みの1週間、朝食はお出汁とオートミールを活用してダイエットしました。チャンネル登録もお願いします。味の決め手は高橋商店の和風万能安丸だし。原材料の椎茸、昆布、イワシ、サバ、カツオは国産。愛媛県産のイワシ煮干し使用です。四国で一番売れてるだしパックです。あらかじめ白だしを作っておきます。我が家の黄金白だしの作り方は以前にもご紹介しているものと同じ内容です。スキップする場合はタイムスタンプかキャプチャーをご利用ください。お鍋に水と安丸だしを入れて火をつけます。沸騰したら3から4分煮出します。鍋の縁に当てて絞って取り出します。みりんとお酒を合わせて600ワットで2分ほど加熱しておきます。だしに酒とみりんを加えて、薄口醤油とお塩も入れて一煮立ちさせたら出来上がりです。白だしを作っておけば茶碗蒸しなどに便利、冷蔵庫で1週間以内保存可能です。お吸い物など用途によって薄めて使います。蓋付きのパイレックスにオートミール、我が家の白だし、みじん切りの玉ねぎ、いちょう切りの人参、舞茸をほぐして入れます。混ぜてから蓋をして600ワットで4分加熱します。取り出してから豆乳とツナを入れて混ぜて1分加熱します。取り出して混ぜてから溶き卵を入れて2分。卵は半熟くらいで OK です。蓋をしたまま蒸らして出来上がりです。TKO 卵かけオートミールです。レンジ OK の器にオートミールと水を入れて混ぜます。ラップか蓋をして500ワットで2分加熱します。卵に我が家の白だしを入れます。白だしの量はトッピングの塩分によって変わりますし、市販の白だしですともっと味が濃いので気をつけてください。トッピングはちりめんじゃこと韓国海苔フレークにしました。卵を加熱したオートミールにかけます。韓国海苔フレークをかけましたが、普通の焼き海苔で構いません。オートミールを電子レンジで米化さえしておけば、普通の卵かけご飯と同じように食べられます。オートミール鶏つくねは前日に作っておきました。オートミール1/2分1カップを我が家の白だし 100ml でふやかしておきます。鶏胸肉をフードプロセッサーでミンチにします。適当にカットしてからフードプロセッサーに入れて生姜も入れます。スイッチを入れてミンチになったらだし漬けのオートミールと卵黄と片栗粉を入れます。混ざるまで攪拌しますが、混ぜすぎて食感が悪くならないように注意です。緩めの種なのでスプーンですくって丸めます。油をひいたフライパンに並べていきます。コールドスタートで OK です。半量の9個を並べ終えてから火をつけます。蓋をして弱めの中火で4分、ひっくり返して弱火で3分くらいかけて焼き上げます。焼いている間にタレ用の材料を合わせておきます。動画では表示の倍量で作ってわざと残しています。すべて焼き上がったらまとめてタレを絡めて煮詰めます。作り置きにもお弁当のおかずにもおすすめです。甘辛タレは黄金比なので多めに作っておいて残ったら別の料理にも使えます。ズッキーニとちくわを炒めてタレを絡めるだけで一品になります。お好みですりごまをかけます。これも作り置きになります。お味噌汁のレシピは必要ないかもですが、一応水 500ml に安丸だし1パックを入れ、冷凍しておいた野菜、舞茸、オクラ、玉ねぎと乾燥わかめを入れて沸騰したら4分煮ます。だしパックを取り出したら味噌を入れます。豆腐をカットして入れます。デザートはジャズリンゴです。オイルサーディンとオートミールのドリア風です。グラタン皿にバターを塗っておきます。オートミールと安丸だしの中身を入れて混ぜます。牛乳をかけて混ぜます。
トマトは8つのくし切りにして散らします。茹でブロッコリーは夕食の残り物です。オイルサーディンを中心にのせます。ピザ用のチーズをたっぷりかけます。オーブントースターで10分ほど焼きます。表面がこんがりすれば OK です。デザートはジャズリンゴ。朝からちょっと贅沢ですけれども、残り物の活用です。美味しかったです。雑炊よりももっとお手軽に作れるだし茶漬けです。耐熱の深めの器にオートミール、我が家の黄金白だしと水を入れて軽く混ぜます。600ワットで2分加熱します。千切りの大葉、鮭フレーク、わさび、白ごまをすってトッピングします。デザートはバナナヨーグルトです。オートミールおにぎりと味噌汁です。耐熱ボウルにオートミールと水を入れて混ぜます。ふんわりとラップをして500ワットで2分加熱します。安丸だしとたくあんとちりめんじゃこ、すりごまを入れて混ぜます。ラップに 58g ずつ包んで2つのおにぎりにします。それぞれに海苔を巻きます。お味噌汁は前日の残り物ですが、もちろん安丸だしで出汁を取っています。具材は玉ねぎ、じゃがいも、オクラ、まいたけ、お豆腐です。麹甘酒の朝活レシピです。耐熱性で深めの器にオートミール、水、甘酒、安丸だしの中身、薄口醤油を入れます。軽く混ぜたら600ワットで2分加熱します。鮭フレークと韓国海苔フレークをトッピングします。ドリンクはホット甘酒です。1週間大好きなパンを我慢したご褒美に手作りフォカッチャです。だし殻をフォカッチャに入れました。フォカッチャのレシピはインスタにあります。概要欄のリンクからご覧ください。朝食にツナサラダ、フォカッチャはこの半分でお腹いっぱいになりました。ドリンクはホット甘酒です。1週間でマイナス1キロです。朝食以外はいつも通り過ごしてのマイナス1キロなので成果は出ているようです。今回使用した安丸だしはインターネットにて注文できます。割引キャンペーン実施中です。初回購入アンケートでアスママのコストコメモと答えるとお得に購入できますよ。安丸だしを使ったレシピ動画は再生リストにまとめてあります。概要欄のリンクからご覧ください。今後も安丸だしとコストコ購入品を使ったレシピを投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。